メガネに合うメイクということで、下まぶたにちょっと明るめに色を塗ったりだとか、あとマスカラをいつもと違うのにしたりだとか、そんなところがポイントです。皆さんこんにちは。チーム銀クラの石塚彩香です。あやかんぬと呼んでください。私は普段チーム銀クラという劇団に所属する傍ら、ぽっちゃりモデルとして活動したりお芝居をしたりしています。今日はですね、以前リクエストをいただいたメガネに合うメイクをご紹介したいと思います。それではどうぞ。カラーコンタクトはティアモさんのナチュラルブラックの 14.5mm のカラコンを使ってます。黒目を強調させるためには黒が強いカラコンを使った方がいいのかなと思ってこのカラコンにしました。ベースはジルスチャートさんのラスティングティントコントロールベースを使ってます。私本当にこれたくさんリピート し続けていて、もう3本目ぐらいになるんですけど、下地をですね塗るときにほんとこれ肌が明るく見えるのとワントーン以上明るくなるので、ずっとこれを使ってます。私は普段ですねすごい赤みの強い肌なので、赤みを消すために緑色のコントロールベースを使ってます。続いてファンデーションです。ジルスチュアートさんのエバーラスティングシルクパウダーファンデーションクリスタルパーフェクションの202番を使ってます。こちらのファンデーションをですね、先ほどのコントロールベースと同じジルスチュアートさんのものなんですけれども、肌のですねツヤっとする肌に仕上がるので、私もこのファンデーションずっと使ってます。続いてチークです。ジルスチュアートさんのミックスブラッシュコンパクトモアカラーズの27番を使ってます。色味がですね、こちらご覧いただいて分かる通りに緑色がちょっと入っておりまして、この緑色が入っていることによって普段ですねピンクが強いチークをすることが多いんですけど、なんていうんだろう、肌により明るくなるような効果があります。続いてアイブロウペンシルです。キャンメイクパウダリーブロウペンシルの暗い茶色を使ってます。形は眉尻をちょっと下げる眉毛の形にしました。続いて眉マスカラです。インテグレートさんのニュアンスアイブロウマスカラ BR671 番を使ってます。私はですね今髪色がちょっと暗いので、ちょっとなんていうの、眉毛だけ少しだけ髪色よりも髪色と合わせた茶色というか、ちょこっとだけ眉毛の方が明るくなるお色を使ってます。続いてアイシャドウの下地です。ビセリシェスパークリングニュアンサー GD1 番ですね。こちら2色展開になっていて、ゴールドとシルバーが発売されたんですけど、私はゴールドを選びました。ゴールドを選んだ理由としては、下にですねこのアイシャドウのベースを塗ることによって後に発色するラメの色がですねキラキラゴールド色になるのでですね使ってます。続いてアイシャドウです。キャンメイクさんホーシャイニーアイズの03番のお色を使ってます。こちらですね4色入ってて、キャンメイクさんプチプラが特徴なんですけど、だいたい500円ぐらいで買いました。でこの使いやすい茶色の色を使いました。続いてもアイシャドウです。ビセリシェさんのグラマラスヌードアイパレット BR2 番を使ってます。今回はですね先ほどベースでですね塗った上にまたアイホール全体に塗ったアイシャドウを重ねたんですけれども、今回はこちらのお色もですね上に重ねていきました。こちらのお色はですね引き締めカラーとして使ってます。いつもはですねこんなに上のシャドウをあんま濃く塗らないんですけれども、今日はメガネをつけるので、メガネをつけることによってさらにシャドウを濃くした方が効果的なのではないかと思って濃く塗りました。続いてケイトさんのアイブロウペンシル NBR4 番を使って涙袋の影を描いていきました。描き方のポイントはここの涙袋が私ないんですけど、涙袋が欲しいなっていうところに薄く影を描いていくことがポイントです。続いてアイライナーです。不老不死さんのモテライナーリキッドブラウンブラックを使ってます。こちらのアイライナーのお色なんですけれども、黒と茶色の中間色になっておりまして、黒ではちょっと濃すぎるなとか茶色だとちょっと薄いなっていう方に本当に、それもまさに私のことなんですけど、本当にこれいいです。であんまり濃くもなく薄くもなくのお色なのでお手軽に使いやすいと思います。続いてキャンメイクさんのマスカラ下地です。クイックラッシュカーラーです。こちらのマスカラ下地はですねマスカラの下に
塗ることによって次に塗るマスカラの効果がより効果的になるので使ってます。今回はメガネをかけるのでそんなにボリュームを出してしまうとフレームの邪魔になるので、こちらですね、今回はロングを重視させてもらってます。続いてマスカラです。不老不死さんのモテマスカラナチュラル3、こちら茶色のお色なんですけれども、モテマスカラさんはですね、中にまつげ美容液が入ってまして、まつげもいたわりつつマスカラの効果もありつつで、もうバッチリのマスカラです。とてもお気に入りのマスカラです。今回はメガネをつけるのでですね、なるべくボリュームよりもちょっとロングの方がいいかなと思ってロングタイプのマスカラを選びました。続いて色のついたアイシャドウを下の涙袋のところに塗っていきました。ランコムさんのアイシュガーパレット01番です。今回はこのピンクのシャドウを使いました。今回はメガネをかけるので上まぶたに色をつけるのではなくて下まぶたに色を入れた方がより効果的なのではないかと思い色を入れました。続いてリップです。ディオールさんのアディクトディップグローの102番を使ってます。こちらお友達におすすめされて使い始めたところ、本当に発色も良くて、あとすごいバニラみたいないい匂いがするんですよ。なのでお気に入りです。続いてハイライトです。キャンメイクさんのノーズシャドウパウダー N ですね。こちらナチュラルなお色です。で、最初にこの茶色の方で鼻筋と眉間のところにシャシャシャっと入れて、明るい白のお色で鼻筋にピッと入れたのと、あとここ鼻の下のところですね、ここにシャシャシャっと入れて、あと顎にもシャシャシャっと入れてます。ハイライトを入れることによって光が当たる部分が多くなるのと、あと鼻が少し高く見えるので使っています。続いてヘアアレンジです。今回は 32mm のコテでくるくるくると巻いていきました。で、そんな大きいカールとかにはしなかったんですけど、なるべく巻く時のポイントとしては毛束をですね、なるべく少なめにとって髪の中間から巻くことがおすすめです。毛先から巻いてしまうと毛先が傷んでしまうので、中間から丁寧に巻いていくことがポイントです。メガネに合うように、なんかちょっと知的な感じに見えるように、いつも髪結んだり三つ編みとかにすることが多いんですけど、ちょっと知的な風なのを演出しました。はい、では今回はメガネに合うメイクということで、このですね、下まぶたにちょっと明るめに色を塗ったりだとか、あとマスカラをいつもと違うのにしたりだとか、そんなところがポイントです。あと今日のコーディネートのポイントなんですけど、ちょっと髪をね下ろしてみたりメガネをかけてみたりするとちょっと知的な感じになると先ほどお話ししたんですけれども、ちょっとねお洋服はちょっとポップな感じで柄を多く、チューリップがね大きいので、こちらのワンピースお気に入りです。では他の動画もあるのでぜひそちらもご覧になってください。あとチャンネル登録お願いしますそれではバイバーイ。